それでは今から親指を編んでいきます。今がここに6目休ませているので、この目を1回4号の棒針に移します。6目分棒針に移すことができました。そしたら今からこの部分に糸を足して編み始めたいと思います。この目分かりますかね。ここで今6目休ませてるじゃないですか。これのこの同じ列のこの目を拾います。そしてこれをちょっとくるっと回して、そしてこの休ませておいた一番最後の目と2目一緒に編みます。今これを押したのは穴あき防止のために、こんな感じで2目一緒に編みました。そしたらこの途中のところで2目増やしていきます。増やすのは適当に増やそうと思うところにこの針を刺して、引き抜くという形でこんな感じで2目増やすことができました。そしたら次はここの上側なんですけれども、ここからは5目増やしていきます。さっきと同じやり方です。増やすところに針を刺して1、2、3、4、5と増やすことができました。そしたらここで最後この間でも2目増やしていきます。適当に1、2、そしてさっきとここの端っこでしたのと同じようにこの休ませてるところと同じ段の目をこんな感じで拾って、ちょっと何回かくるくるっと回して、これを休ませていたところの目の1目目と一緒に2目一緒に編みます。今これをしたのは穴あき防止のためにこういうことをしました。今15目ある状態です。これを親指の先が少し見えるところまで編んでいきます。表編みで編んでいきます。親指を19段編むことができました。19段編んだら親指の頭がうっすら見えるぐらいのこんなぐらいのところになりました。それではここから2段分減らし目をしながら編んで指先を閉じていきたいと思います。減らし目の方法は1目目は普通に表編みで編みます。そしたらこの次の目とそのまだ次の目を2目一緒に編みます。そして次はまた1目で編んで、この次はまた2目で一緒に編みます。そして次は1目で編んで、また次は2目で編んで、その次は1目で編みます。そしてこのまた次は
2目で編んで1目で編んで2目で編みます。今1周目が終わりました。1周目が終わって10目まで目を減らすことができました。これをあと1周続けていきます。1目目は普通に編んで、この2目と3目は一緒に編んで、1目は普通に編んで、そしてまた1目を編んで、で最後は2目一緒に編みます。最終的に7目まで目を減らすことができました。そしたらこれで指先を閉じていきたいと思います。だいたいこれぐらいのところでパチンと切ります。そしてこういうとじ針を使ってこの残った目に2周分糸を通していきます。今1周入りました。これで2周分入りました。そしたら1回この入れた板をこんな感じで出してみると、黒で分かりにくいですかね。今こんな感じで2周分出したんですけれども、これをちょっとこの針がついている糸をクックッと引っ張ると小さくなっていく方の糸がありますよね。これをギューッとくなるので、この糸を先にキュッキュッキュッと引き締めると、この1周分に1周目に入れた糸がこんな感じで小さくなって引き締まっていくので、ここまで引き締まったら、この状態になったらこの針がついているところをギューッと引っ張ると指先をきれいに閉じることができます。これで親指の完成です。ここの糸は内側で糸処理していくので、適当にこんな感じで中に入れといて裏返します。これがさっき指先を閉じたところの糸です。これはこの閉じたところのこの鎖編みみたいになってるところ、ここの鎖編みになってるところが一番プレッシャーのかからなくて表に響かないところだと思うので、ここに入れていこうと思います。この鎖編みの半分を使ってこんな感じに入れたらギュッと糸を引き抜きます。ここまで引き抜けたら今度は逆向きに向けて
た今度はこっちにこの表編みの半分を使ってまで入れたらギュッとで、糸に余裕がなければしなくてもいいんですけれども、一回ここでは今回は玉結びをしていこうかなと思います。こんな洋裁でする時みたいにこんな感じで玉結びします。そしたらこの後 2,3 回適当なところに糸を通して、でこのぐらい通したらあとは糸を切っても大丈夫です。この指先のものはこんな感じで同じように処理してください。そしたら次はこの親指の先、これは指先のところをこんな感じでちょっとジグザグっていう感じで入れていこうかなと思います。編み地の糸を割って入れていくような感じにしてください。それが一番取りにくくて表に響かなくていいです。今下に向かって入れたので、次はまたこの逆向きにまた入れていこうと思います。あともう一回ぐらい逆向きに入れたら糸を切ろうと思います。ここまで入れれたらもう糸を切って大丈夫です。ここはさっき親指の付け根のところで糸を足したところです。でちょっと何回かこの辺に糸を入れた後に1回玉結びしてください。でこの後にこの糸を絡ましていこうかなと思います。さっきと同じようにジグザグな感じでもし親指の付け根に穴が開いてしまったなっていう方はこの糸を使って洋裁で布と布を縫い合わせるみたいな感じで穴が開いてしまったところを縫い合わせてください。このぐらい入れたら糸を切っていきます。最後にゴム編みのところを紹介していきます。ゴム編みは後ろから見えて表編みに見えるところで
入れていきます。この表編みの半分を使って残りは同じように糸処理してみてください。完成です。こんな感じに仕上がりました。今回私はこんな風にボタンをつけてみましたが、お好みでお好きでしたらつけてみてください。私は洋裁用の針と糸で縫い付けました。以前ご紹介したゴッドマーザーズエッチングで編む5本指の手袋という動画のボリューム3で洋裁用の針と糸を使って真珠を縫い付ける方法をご紹介しています。なのでボタンの付け方がちょっと不安だな、わからないなという方はよかったらそちらもチェックしてみてください。今回は中細毛糸という細い糸を使用しましたが、編み込み模様で編んだのでいい感じに厚みが出てしっかりとした暖かいミトンに仕上がりました。これから冬も本番になりますので、本格的に寒くなる前にぜひ編んで暖かい冬をお過ごしください。もしこの動画が少しでも良かった、このミトンを少しでも編んでみようかなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂でした。また次の動画でお会いしましょう。